来た。お使いいい。ちょっと手が汚いですけどおはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は茨城県へ向かっておりますが、かなり寒い。どのぐらい寒いかというと、ワイパーが凍っておかしくなるくらいには寒い。本日の目的地は茨城県の土浦市。霞ヶ浦を眺めながら本日の目的地に到着しました。荷物をまとめて背負って歩きましょう。実は最初に手ぶらで偵察をしましたが、数箇所滑るところがあったので用心していきます。水浸しにならないよう気をつけながら到着。ここにしましょう。右には間マン、左は木。私はこれから台のセッティングをしていきます。よし、釣り台の準備完了。この辺か。15尺でこの辺を狙っていきます。状況次第で変えますが、竿は月光やわら15尺でやっていこうと思います。長さは15尺、4.5 メートルです。一度 1.55 の仕掛けケースから15尺の仕掛けを取り出します。落としちゃった。竿をついで仕掛けをセット。今日の浮きはどれにしようかな。水深を測ってみるとめちゃくちゃ浅い。右の方が少し深かったので少しだけ移動しましょう。よちよち歩きで気をつけていきます。針なくなってきたから結ばないとな。切磋の5か、いやー切磋の6にしましょうか。切磋の6号にします。桜川の美味しい水を確保。コンパクトタオルを給水。寒いから給水が遅い。こんなもんでいいや。くっと。ゴミは必ず持ち帰りましょう。利根川との約束だ。餌はシンベラグルテン、そこをベースに綿グルでまとめて、芋はおまじない程度にパラパラやります。100。ぐる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 ってん、ぐるぐる。給水。洗いたくねえ。くそー、ちくしょう。死んでしまうよこれ。じゃあ一等もよろしくお願いします。さあ今日も釣りをスタートいたしましたが、朝一はそこまで荒れていなかったのに、私の準備が終わる頃には波が大荒れでした。風速的には3メートル程度なんですが、太陽も当たらず寒いし、波がひどい。まあひどい。どのぐらいひどいか、水面ギリギリってほどでもないですが、カメラを近づけてみるとこんな感じ。なんとなく伝わるでしょうか。今足のこの辺が、この下には何も生地がないんですが、ピリピリしております。この前の星川よりも
寒いかも。右後ろにある橋と水門の影になっていて、ずーっと日が当たりません。膝掛けを準備してひたすら寒さを耐えていますが、なんだかもにょっと動いたような。合わせてみましたが、どうやら気のせいだったようです。さらに15分が経ち、そろそろ太陽光が当たりそう。正直頭のネジの外れた方以外は寒い中釣りをするのはやめておいて、動画を見るくらいにしておいた方がいいと思います。でもみんな頭のネジ外れてるんですよねあ、チャンネル登録もよろしくお願いします。竿から重さは感じますが、動く気配はありません。少し右に投入してしまったので引っかかる何かがあるようです。そう思っていたのに、時間が経過するにつれて右側だけじゃなく真ん中あたりでも引っかかるようになってしまいまして、引っかかるもんが移動してる。取れた。今日の朝一、車の中で縁側巻きを食べましたが、やっぱり納豆じゃないとしっくりきません。でかいシーチキンのおにぎりは値段に対してのボリューム20丸、味は普通、最高です。デザートはあんバタートースト、467キロカロリー、利根川の大好きな粒あん。もぐもぐしながら浮きをじっと見つめます。実は昔パンの耳が苦手でした。白い部分だけで構成されたランチパックが神だと思っていたのですが、最近パンの耳がうまい。むしろ白い部分はふにゃっとして食べ応えがねえなぁと思ってしまうほどになりました。このあんバタートーストは耳が美味しいんですよ。食べている途中ですが、ふわっと気が動きました。いいですね。あんバタートーストを口に押し込み、手元に寄ってきたのは木でした。いい当たりだったないいですね。これも口と言っていいんだよね口と言っていいんじゃねえのこれでも動いたんだな。落としちゃった今からご覧いただく映像は、利根川が人生で初めて体験する出来事でした。時間的には釣りを始めて2時間弱。風が強いので下から投げるのは断念し、上から投げて浮きの映像を確認していると、何かそれなりに大きいスマホとか釣り道具を落としたかと思い大焦り。今ドブネズミがいました。ここにこの足元からボチャンっつってそっち泳いできました。うわー、茶色いドブネズミだって映ってっかな。家の中にいる灰色のネズミはこの距離で見たことありましたが、外にいるネズミは初めてでした。それにしてもこの冷え切った水の中にためらいなく飛び込むネズミ、命の危機でも感じていたのか、その理由が気になります。暁の18尺に竿を変更、伸ばします。さっきまでの15尺では途中で横着して作った進化も投入していましたが、反応はなし。18尺にしたら変わるんでしょうか。ほとんど変わらずですね。
まあ、強いて言うなら多少深くなったような深くなってないようなっていうぐらいの。なんとかテンポよく投入してから11時半ごろ、ちょいと早めのお昼ご飯。セブンイレブンの醤油ヌードル。カップヌードルの方が味は好みでしたが、これは安い。安いっていうのはありがたい。価格差を帳消しにする半熟煮卵を2つ投入。美味しくいただき、15分が経った頃、何尺ですか？21尺。あ、暖冬さんですね。型のいい暖冬さん。いや、銀色だったんで一瞬親って思ったんですけど、アイダマンの弾頭棒ヒットから30分。こちらは全く反応がないので、久しぶりにヘラ V の23尺を投入します。ヘラ V の23を使おうと思いますが、23尺の仕掛けがなかったので26尺の仕掛けを詰めて使います。ですが針をつけて試しに投げてみたら、なんと一発で根がかり。何かしら障害物があるようなので、もう少し深い右側へ移動しましょう。先にカメラを移動してから釣り台を。本来なら竿や竿掛けは外すべきですが、そこは横着して、その代わりゆっくりゆっくり運びました。23尺で約1時間やっていましたが、だいぶ手前でポコポコと泡が出てきました。ヘラブナの泡漬けという感じではありませんでしたが、なんだか気になるので試しに一旦18尺に戻して、その辺りを狙ってみます。5分30秒が経過した頃、やっちまいました。浮きがなかった。浮きがなかった。でも浮きがなかったのか、ちょっと角度が変わってたのか、絞ってたのか。23尺を横に置いて18尺で泡漬けが出ていたところ、なんか生体反応があるところに打っていたら浮きがなかった気がする。でもこれはビデオカメラに収まってるので、その映像をどうぞ。ということで、現地ではどうだったか分かりませんが、なんでしょうね、あれね。なんでしょう、ほんと。合わせる前から録画をしていたので、何かしら撮ろうとしていたとは思うんですが、それが何だったのかもう忘れてしまいました。何はともあれ、竿がスポーンと発射しなくてよかった。浮きが横に動いてズズズッと持っていかれたので、アメ縄かカメあたりでしょうか。アメ縄が動いてるとも聞きますし、実際相田さんもアメ縄を釣っていました。アメ玉ですか？でも動画を撮っていると見逃したあたりでも再生できてしまいます。まあ格好をつけたければ動画としてなかったことにしてしまえばいいんですが、そういうところは偽ってもふとした瞬間にバレちゃいますし、ガチンコのドキュメンタリーということで全てお見せしましょう。餌をまいて寄せるというよりもどっしりと待つスタイルに移行したので、餌を投入して約8分後ヒットです。まあ再開発ってなったらなくしちゃいそうですよね。本当の調整池で。
でももう多分あの辺一回水いらなくなるじゃないですか。使えなかった。やったー。使えなかった。やったー。来た。何ダメか。どうでしょう。魚です。背びれが見えた気がするんで。飛び跳ねたから船ですかね。ヘラブナだ。あ、よかった。ヘラブナっぽい。大事に行ってくれ。あ、ヘラブナだ。よかった。おお。お使いいい。いや、危なかったっすね。まあ、ちょっとまだまだ増やしたいところですけど。ああ、食ってる。横っ飛びしましたよね。はあ、もう諦めトークだったのに無駄にさえ下がっちゃいますよ、もうこれ。いや、無駄なんかじゃないっす。よいしょ、ここですいません。あ、でも 36がありますね。36あります。ちょっと泥で汚いですけど36でございます。やったー、やったー。綺麗よ。ちょっと手が汚いですけどうん。36。あ綺麗に取れてる。よかったー、よかったー。よいしょ、36。エレガントやわ。ありがとう。ようやく釣れたので、すがすがしい気分で霞ボート水門を撮影。ここは随分立派な水門と橋がセットになっているなぁと眺めていました。桜川の河口、境界線的には霞ヶ浦になりますが、ここはボートが通るので水深が深くなっています。ここで橋の下に不思議な機構がついていることに気がつきました。確かに橋に信号がついていて不思議だなぁと思っていましたが、ひらめきました。橋がウィーンと動くんですね。これによって橋よりも高いボートが入れられるので、なんと機能的なことか。これはぜひ動いているところを見てみたいです。結局ヘラブナが釣れたのは15時頃だったので、8時から釣りをスタートして7時間粘りました。手元の撮影をしている時に1回当たりを見逃してしまいましたが、あれも13時56分だったので、それまでは辛かった。最後太陽が隠れる16時過ぎまで粘りましたが、ヘラブナが1つ釣れただけでフィニッシュ。それにしてもここ数日雨が続いていた中の寒波で、朝の冷え込みがひどかったな。車のボディについた水がそのまま凍っていて、走るたびにミシミシという始末でした。アイダマン曰く、もう少し暖かくなればこれからの時期中弱の竿でも狙えるポイントらしいです。帰りのコンビニで買った勝利のチーズケーキタルトは質量に対してお値段手頃で味もいい感じだったのでリピート確定。久しぶりの唐揚げ棒で活力を注入し、帰りの高速へ。ここでくだらない話を一つ。今回の釣りの準備をしている時にヘラグルテン LL を小分けにしたであろうパックを見つけ、匂いを嗅いでみたらグルテンの粉を吸い込んじゃいました。粉が体内でグルテンに進化して窒息死しなくて助かりました。皆さんはお気をつけください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。寒い中よう頑張ったなぁと思ってくれたそこのあなた、評価ボタン頼みました。ではでは次の動画でお会いしましょう。